イスラエル部族からイスラム共同体へ、預言の使命はなぜ移ったのか。かつてイスラエルの子らは、優れた預言者や義人、指導者、崇拝者を多く輩出した最良の民の一つでした。聖クルアーンの中でアッラーは彼らについてこう煽っています。我は、癒しめる拷問からイスラエルの子らを救い出した。我は、我が知識に照らして、彼らを諸国民の上に選んだ。第44章30から32節。神は彼らの前世を知った上で、彼らを諸国民の中から選別されたのです。しかし、彼らが多神教徒と交わり、現世の快楽に執着し始めたことで、腐敗、不道徳、偶像崇拝、多神教魔と要素が広まり始めました。これを受け、預言者イザヤはイスラエルの子らの罪と腐敗、そして女性たちの堕落を理由に、エルサレムと神殿の崩壊を予言しました。イザヤ書の第1章において、主は彼らの腐敗と不謹慎さを次のように指摘しています。牛はその飼い主を知り、ロバは主人の飼い場桶を知っている。しかし、イスラエルは知らない。私の民は悟らない。つまり、家畜でさえ自分を養うものを知っているのに、イスラエルの民は自らの創造主と恩恵の受け主を忘れてしまったという意味です。災いだ、罪を犯す国、重い咎を負う民、悪を行う者の末、腐敗をもたらす子らよ。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮った。あなた方の地は荒れ果て、町々は火で焼かれ、あなた方の目の前で異邦人がその地を食い尽くしている。これは、彼らの横暴の結果として、国が敵の手によって滅びるという預言者による厳しい警告です。イザヤ書はさらに続けます。あなた方が手を広げても、私はあなた方から目をそらす。たとえ祈りを繰り返しても、私は聞かない。あなた方の手は血まみれだからだ。シオン、エルサレムは腐敗し、悪が増大したため、神はもはや彼らの祈りに依頼えなくなったのです。そして、主は改善を促します。洗え、清くなれ。私の目の前から、あなた方の悪行を除け。悪を行うのをやめよ。善を行うことを学び、正義を求め、虐げられている者を助け、孤児の権利を守り、未亡人の訴えを支持せよ。これらはすべて、正しい行いへと立ち返るための勧告です。また、女性たちの傲慢な振る舞いについてもこう記されています。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばして歩き、こびる目つきをし、足首の飾りを鳴らして歩く。これは、男性を惑わすために着飾り、誘惑的に歩く姿を描写しています。男性の間には腐敗が広まり、女性の間には不道徳が蔓延しました。その当然の結果として、エルサレム崩壊の時が近づいたのです。彼らは反抗的な民、偽りの子ら、主の律法を聞こうとしない子らである。彼らは打ち砕かれ、エルサレムは滅び、その男たちは逃げ惑いました。そして実際にエルサレムは荒廃し、シオンは崩壊したのです。その後、ユダヤ人は再建を試みましたが、かつての栄光が再び戻ることは二度とありませんでした。数世紀が過ぎ、イエス、彼に平安あれが登場した時、人々は救世主キリストの手によってエルサレムの栄光が復活し、ユダヤ神殿がかつてのように高くそびえ立つことを期待しました。しかし、大きな驚きが待っていました。マリアの息子イエスはそのようなことはせず、むしろエルサレムと神殿の徹底的な崩壊を予言したのです。エルサレムには、死の上に残る石すらなくなるだろう、と。イエスが神殿から出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物、エルサレムの建物でしょう。イエスは彼に言われた。これらの大きな建物が見えるか。石の上に残る石は一つもなく、すべて打ち壊されるであろう。実際、イエスが天に上げられた数年後、エルサレムと神殿は最後にして決定的な崩壊を迎えました。紀元70年、ローマ軍の手によって歴史的な壊滅を喫したのです。今日に至るまで、ユダヤ人はこの崩壊を悼む儀式を毎年行っていますが、神殿はそれ以来一度も再建されていません。神殿は崩壊し、現在に至るまで再建されず、それどころかユダヤ人はその正確な場所さえわからなくなっています。これは、イスラエルの子らにとって、律法の廃止と、使命の移転を示す、実質的かつ理性的な証拠です。ユダヤ教の崇拝の象徴であり、宗教的権威の根源であった神殿が破壊され、その場所すら不明であるということは、ユダヤの律法が別の新しい律法によって取って代わられる、廃止される、ことを意味しています。つまり、ユダヤ人がおろそかにした神の律法の成果を実らせる、別の民へと、使命が移るという証拠なのです。驚くべきことに、神殿の崩壊を予言したイザヤ書の第40章以降、預言者イザヤは、新しいエルサレム、すなわち、新しいシオンの出現を告げ始めます。シオンとは、安全で堅固な、主の家を意味します。イザヤが予言したのは、腐敗と不信仰と不道徳に満ちた古いシオンではなく、全く新しいシオンでした。彼は、アラビアの地に、主の家が建つことを予言したのです。イザヤはどのようにしてアラビアの地に、主の家が建つことを予言したのか。そうです。アラビアの地に建つ、主の家についてです。そこには、
巡礼ハッジの季節に犠牲として捧げられるために、メッカのお羊や羊、そしてラクダが集められるのです。この家の光は、イシュマエルの息子たちの真ん中で輝き、世界を覆った暗闇を神がその光で拭い去ります。そこにはあらゆる土地の果実が集まり、永遠に光り輝き、全世代の喜びとなるのです。これらの予言は、今日に至るまで旧約聖書、タウラートの中に存在しています。公平な心でこれを目にするものなら、これがマッカ、アルムカッラマ聖地メッカにある、アッターの聖なる家、カーバ神殿を指していることに疑いを持ちません。聖書を学んだ者なら誰もが知っている予言ですが、彼らの中の聖職者たちは真実を隠しているのです。一方で、一般の人々は無知であり、自分たちの書物についてわずかなことしか知りません。アッターはクルアーンの中でこう煽っています。また彼らの中には、悶々の者たちがいて、虚偽の勝手な解釈の他には経典を知らず、ただ推測するだけである。第2章78節。では、この驚くべき予言を見てみましょう。預言者イザヤは、先述の通り、イスラエルの子らの腐敗の後に神殿が崩壊することを予言しました。その後、諸国民に真理をもたらし、ケダル、カイダールとセラ、サーラの地、すなわちメッカとメディナで賛美の声、アザーンを響かせる預言者の到来を告げたのです。そして、先ほど詳しく論じたこの預言に続いて、イザヤはケダルの地に建てられる、主の新しい家について預言しています。預言者イザヤは言います。起きよ、光を放て。あなたの光が来、主の栄光があなたの上に輝いたからである。どこの町の上に輝いたのでしょうか。見ていきましょう。見よ、暗闇が地を覆い、暗雲が諸国民を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝きで、その栄光があなたの上に現れる。諸国民はあなたの光に向かって歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて進む。不信仰の暗闇が世界を覆っています。その時、あなたは見て、輝き、心は震えて広がる。海の富があなたに移され、諸国民の財宝があなたのもとに来るからだ。あらゆる国の果実がそこに集まるのです。クルアーンにはこうあります。あらゆるものの果実が、我が方からの糧として、そこに集められるのではないか。第28章57節。おびただしいラクダがあなたを覆う。主の家があるこの地には、ラクダの対象が広がります。ミディアンとエファの若いラクダが、ミナシェバから来る。彼らは金と入港を携えてくる。ミディアンとエファは、かつてシャーム地方、レバントにあったナバテア王国の地にあり、これは、夏の旅を指します。一方、シェバはイエメンであり、これは、冬の旅です。クルイ種族を救合、団結させるために、冬と夏の旅に、彼らを救合させるために、第106章1から2節。クルイ種族の対象は、夏にはシャームから、冬にはイメンから、人々のために入荷品を運んでいました。ケダルのすべての羊はあなたのもとに集まり、この驚くべき一節が指し示すのは、メッカの聖域にある、アッターの聖なる家以外にありえません。ケダルのすべての羊があなたのもとに集まる。ケダルは、先述の通りイスマイルの次男です。これらはイスマイルの息子たちの名である。イスマイルの長子ネバヨテ、およびケダル。ケダルはメッカで暮らし、そこで育ちました。彼はアドナーンの祖先であり、アドナーンは預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれの祖先です。ケダルの子孫はメッカで絶えることなく繁栄し続けました。つまり、ケダルの息子たちとは、クルイ種族のことなのです。アラビアの聖なる家に関する驚くべき予言。ケダルのすべての羊はあなたのもとに集まり、捧げられるために惹かれていく。歴史上、アラビアの羊たちがメッカの聖なる家、カーバ以外の場所に、これほど大規模に捧げ物として惹かれていったことがあるでしょうか。ケダルの犠牲の羊たちが、キリスト教の教会の祭壇や、ユダヤ人のエルサレム神殿に捧げられたことは一度もありません。アラブの歴史を通じて、ケダルの羊たちは常にメッカの聖域へと惹かれていったのです。ネバヨテのお羊もあなたに仕える。同様に、イスマイル、平安アレンの長子であるネバヨテのお羊も、メッカの聖域以外に捧げられたことはありません。これは太陽のように明らかなメッカの聖なる家に関する予言です。それらは、私の祭壇の上で受け入れられ、捧げられる、ハッジの犠牲として、私は、私の栄光の家、聖なる家を美しく飾る。カーバ神殿が美しく飾られ、毎年新しい布、キスワーで覆われる姿そのものです。空を飛ぶ巡礼者たち。さらに預言は、驚くべき光景を描写します。雲のように、あるいは巣に帰る鳩のように、飛んでくる者たちは誰か。この一節をご覧ください。巡礼の時期に、世界中から飛行機でメッカへと向かう現代の光景そのものではないでしょうか。彼らはまさに、雲のように聖なる家へと飛んでくるのです。島々は私を待ち望み、タルシシュの船が先頭に立って、遠くからあなたの子らを連れてくる。彼らの金銀も共に持ってくる。聖クルアーンのお言葉、第22章27節にあるように、人々は、あらゆる遠い谷間からやってきます。今日、飛行機や船を使い、
世界中から財を携え、アラビアの犠牲の羊を捧げるために人々が集まる場所が、メッカの聖なる家以外にこの地球上のどこにあるでしょうか。仕える王たちと開かれた門、異邦人の子らがあなたの城壁を築き、その王たちはあなたに仕える。歴史を通じて、多くの国々や民族が聖域の拡張と建設に携わってきました。そして現代の支配者たちは、二世モスクの守護者、仕える者、という称号を最大の誇りとしています。あなたの門は常に開かれ、昼も夜も閉ざされることはない。マスジド・アルハラーム、聖なるモスクの門は、一年中、昼夜を問わず一度も閉ざされることなく、世界中の人々を迎え入れています。あなたに仕えない国や王国は滅び、それらの諸国民は完全に荒廃する。聖域を侵そうとする者は滅びます。アッターはクルアーン、第22章25節で、聖域において不当な行為を企てる者に、痛ましい懲罰を味わわせると警告されています。結論、これほどまでに詳細かつ驚くべき一致を見せる場所が、メッカの聖域以外にあるでしょうか。ユダヤ神殿、古いシオンは紀元70年に完全に崩壊し、その場所すら不明です。教会の祭壇で動物が犠牲に供されることもありません。アラビアの地、ケダルとネバヨテの犠牲が捧げられ続けているのは、メッカの聖なる家だけです。これは、不信仰の暗闇を払い、世界をその光で照らした、祝福の地ばっか、メッカに関する、あまりにも明白な予言なのです。